序章。あなたの常識が崩壊する30分間。日本で最も重い罪は何ですか？この質問に対して99% の人が殺人罪と答えるでしょう。人の命を奪うこと以上に重い罪など存在するはずがないと信じて疑わないからです。しかし、その常識は完全に間違っています。日本の刑法には殺人よりもはるかに重い刑罰が定められている犯罪が存在します。しかもその中には法定刑が死刑のみ、つまり有罪になれば問答無用で死刑が確定する犯罪まであるのです。無期懲役も有期懲役も執行猶予も一切ありません。有罪判決イコール死刑確定。そんな恐ろしい法律が現代日本に実在していることをあなたは知っていましたか？さらに衝撃的な事実をお伝えしましょう。私たちが日常的に行っている何気ない行動の中にも実は法律違反となる行為が無数に潜んでいます。コンビニでお釣りを多く受け取ってそのままにした。電車の行列に割り込んだ。道路に唾を吐いた。結婚式で新郎新婦を驚かせようと乱入した。これらすべてが状況次第では逮捕され前科がつく可能性のある犯罪行為なのです。知らなかったでは済まされない。それが法治国家の冷徹なルールです。今日この動画を見終わった後、あなたの法律に対する認識は根底から変わるでしょう。そして同時に自分と家族を法的リスクから守るための最低限の盾を手に入れることになります。これから30分間あなたをお連れするのは六法全書の最も深い部分。そこには義務教育でもニュースでも決して語られることのない法律の真実が眠っています。準備はよろしいでしょうか？それでは日本の刑法体系の最深部へと一緒に潜っていきましょう。第一章死刑制度と永山基準という冷徹な論理。まず最初に日本の死刑制度について正確に理解する必要があります。なぜなら最も重い罪を語る上でその判断基準を知らなければ本当の恐ろしさを理解することはできないからです。現在の日本では死刑判決を下すかどうかの判断に永山基準と呼ばれる基準が用いられています。この基準は1983年に最高裁判所が永山則夫連続射殺事件の判決で示したものです。永山則夫、当時19歳のこの青年はわずか2ヶ月の間に東京、京都、函館、名古屋の4都市で全く面識のない4人を射殺しました。使用したのは米軍基地から盗み出した拳銃。動機は金欲しさというあまりにも身勝手なものでした。最高裁が示した永山基準は以下の9つの要素を総合的に考慮するというものです。犯行の性質と動機、犯行の対応、特に殺害方法の執拗性と残虐性、結果の重大性、特に被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科の有無、犯行後の情状、特に反省の有無、そしてこれらすべてを総合的に考慮し、その在籍が誠に重大であり、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合にのみ死刑を選択すべきとされました。この基準により日本では被害者1名の殺人では原則として死刑にならず、複数名の殺害や極めて残虐な手口の場合に死刑判決が下される傾向があります。法務省の統計によれば2023年末時点で死刑確定者は107名、戦後の死刑執行数は累計で約700名に達します。しかしこれらのほぼ全てが殺人罪またはそれに関連する罪での執行です。ここで重要な事実があります。この永山基準は殺人罪を前提とした基準であり、これから紹介する殺人以外の重大犯罪には全く異なる、より厳しい基準が適用される可能性があるということです。つまり、殺人以外の特定の犯罪では、被害者の数や残虐性に関係なく、犯罪が成立した時点で死刑が確定する可能性があるのです。その恐ろしい現実を、これから具体的にお見せしましょう。第2章日本最重罪外観誘致罪という国会の究極の裏切り。それでは、日本の刑法において最も重い罪の正体を明らかにしましょう。それが刑法第81条、外観誘致罪です。条文には、こう記されています。外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。お気づきでしょうか？通常の刑法では、死刑または無期懲役、懲役0年以上といったように、裁判官に量刑の選択肢が与えられています。しかし、この外観誘致罪は違います。死刑に処する、この一択のみです。これは、日本の刑法典に存在する約200種類の罪の中で、唯一法定刑が死刑のみと定められている犯罪です。つまり、この罪で有罪判決を受けた瞬間、その被告人に残された道は死以外にありません。では、具体的にどのような行為がこれに当たるのでしょうか。外国と通謀してとは、外国政府や軍隊と意思疎通を図り、共謀することを指します。そして日本国に対し武力を行使させたとは、外国の軍隊による侵略、攻撃、戦闘行為を引き起こすことを意味します。想像してみてください。ある日本人が敵対する国の政府と密かに連絡を取り、
今なら日本の防衛システムに穴がある。ここを攻撃してくださいと軍事機密を漏らし、手引きをする。そして実際にミサイルが撃ち込まれたり、軍隊が上陸したりする。これが外環誘致罪の典型例です。なぜこれほどまでに重いのでしょうか。殺人は被害者とその家族という個人に対する侵害です。しかし、外環誘致罪は国家そのもの、国民全体の存立を危うくする行為だからです。一人の裏切りによって何万人、何十万人もの国民の命が失われる可能性がある。国土が占領され、主権が奪われ、日本という国そのものが消滅する危険がある。だからこそ、国家は最大の報復措置として死を用意しているのです。興味深いことに、この外環誘致罪は、明治40年の刑法制定以来、116年間、一度も適用されたことがありません。つまり、幻の最重罪なのです。なぜ一度も適用されていないのでしょうか。第一に、この罪を立証するためには、被疑者と外国政府との通報を証明する必要があり、これは極めて困難です。外交機密や国家機密が絡むため、証拠の収集自体が国際問題に発展する可能性があります。第二に、実際にこのような行為が発覚した場合、公開の刑事裁判ではなく、秘密裏に処理される可能性が高いという指摘もあります。国家の安全保障に関わる情報を公開法廷で明らかにすることは、さらなるリスクを生むからです。しかし、法律が存在する以上、理論的には今日にでも適用される可能性はゼロではありません。特に、国際情勢が緊迫化する現代において、この殿下の宝刀が現実のものとなる日が来ないとは、誰にも断言できないのです。第3章、内なる敵、内乱罪という国家転覆の代償。外環誘致罪が外からの攻撃を誘発する罪だとすれば、内側からの破壊を企てる罪が刑法第77条、内乱罪です。内乱罪の定義は複雑ですが、簡単に言えば、武力を用いて日本政府を転覆させようとする行為、つまりクーデターや武装蜂起がこの罪にあたります。内乱罪の恐ろしいところは、実際に政府を転覆させなくても、そのための暴動を起こした時点で成立する点です。そして、その刑罰は関与の度合いによって3段階に分かれています。首謀者には死刑または無期禁錮、暴議に参加したり群衆を指揮したりした者には無期または3年以上の禁錮、単に不和ライドをして参加しただけでも3年以下の禁錮。ここで注目すべきは禁錮という言葉です。通常の犯罪では懲役が課されますが、内乱罪のような政治犯には禁錮刑が適用されます。禁錮刑は刑務所に収監されますが、懲役刑のような強制労働の義務がありません。これは、私利私欲ではなく政治的信念に基づいて行動したことへの、ある種の配慮とも言えます。しかし、その信念がどれほど高潔であっても、国家転覆を企てた代償は死です。歴史を振り返れば、1936年の226事件では、陸軍の青年将校たちが内乱罪で起訴され、首謀者17名に死刑判決が下され、実際に執行されました。戦後では、1952年の血のメーデー事件や1960年代の学生運動の一部に対して、内乱罪の適用が検討されましたが、最終的には適用されませんでした。これは、暴動の定義や国家転覆の意図の立証が極めて困難なためです。現代において内乱罪が成立する可能性があるとすれば、どのような状況でしょうか。例えば、武装したグループが国会議事堂を占拠し、政府の機能を麻痺させようとする行為、あるいは、地方自治体が中央政府からの独立を宣言し、武力でそれを維持しようとする行為、これらは理論上、内乱罪に該当する可能性があります。重要なのは、この罪が未遂や予備の段階でも処罰されるという点です。刑法第78条は内乱予備罪内乱陰謀罪を規定しており、1年以上10年以下の禁錮という重い刑罰が課されます。つまり、実際に暴動を起こさなくても、計画段階で逮捕起訴される可能性があるということです。国家は自らの存続を守るため、極めて厳しい姿勢をとっているのです。第4章死刑になり得る18の犯罪完全マップ。ここまで外環誘致罪と内乱罪という国家レベルの重罪を見てきましたが、日本の法律体系において死刑が課される可能性のある犯罪は、実は全部で18種類存在します。これらを理解しやすくするため、犯罪の性質別に5つのカテゴリーに分けて解説していきましょう。第1カテゴリー、国家存立破壊刑。まず、国家そのものへの攻撃を意図した犯罪群です。刑法第81条外環誘致罪は法定刑が死刑のみ。刑法第82条外環援助罪は死刑または無期もしくは2年以上の懲役。そして刑法第77条内乱罪の首謀者は死刑または無期禁錮です。これらは個人の生命よりも国家の存続を優先する価値観を明確に示しており、まさに国家反逆罪の性格を持ちます。一人の裏切りが何万人、何十万人の命を危険にさらす可能性があるからこそ、最大の報復措置として死刑が用意されているのです。第2カテゴリー、無差別大量殺傷刑。次に、不特定多数の人命を危険にさらす犯罪群です。
刑法第108条現住建造物等放火罪は死刑または無期もしくは5年以上の懲役。人が住んでいる建物に火をつける行為で、日本の木造建築文化では一件の火災が瞬時に大火災となる危険性があります。刑法第117条撃発物破裂罪は死刑または無期もしくは7年以上の懲役。爆弾やダイナマイトを破裂させて建造物を損壊し、人を死傷させる典型的なテロ行為です。刑法第119条現住建造物等被害罪は死刑または無期もしくは2年以上の懲役。ダムを決壊させるなどして洪水を起こし、建物を水没させる罪です。第3カテゴリー、交通インフラ破壊刑。現代社会の生命線である交通機関への攻撃も重罪です。刑法第125条汽車転覆等致死罪は死刑または無期もしくは3年以上の懲役。電車や列車を転覆させて人を死亡させる罪で、数百人の乗客を一瞬で死に至らしめる可能性があります。航空機の合死等の処罰に関する法律第2条航空機合死等致死罪は死刑または無期懲役。いわゆるハイジャック防止法で、航空機を乗っ取り、人を死亡させた場合です。第4カテゴリー、計画的殺人刑。個人に対する殺人でも、特に悪質なものは重く処罰されます。刑法第199条殺人罪は死刑または無期もしくは5年以上の懲役。永山基準により、複数名の殺害や極めて残虐な手口の場合に死刑が選択されます。刑法第240条強盗殺人罪は死刑または無期懲役。金品奪取という利欲的動機と殺人が結びついた極悪非道な犯罪です。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条。組織的殺人罪は死刑または無期もしくは6年以上の懲役。通常の殺人罪より1年重く、組織性そのものを加重処罰の根拠としています。第5カテゴリー、公共安全破壊刑。社会インフラへの攻撃も重罪です。刑法第146条水道毒物等混入致死罪。飲料水の水源に毒物を混入し、人を死亡させる無差別大量殺人の手段として厳しく処罰されます。サリン等による人身被害の防止に関する法律に基づく化学兵器使用罪は死刑または無期もしくは2年以上の懲役。1995年のオウム真理教事件を受けて制定されました。これら18種類の犯罪に共通するのは、個人の権利侵害を超えて社会全体の基盤を揺るがす性質を持つことです。日本の刑法体系は表向き個人の命と権利を守るためのものですが、その最深部には国家の存続と社会秩序の維持を絶対的優先順位とする構造が隠されているのです。第5章オウム事件が生んだ組織的殺人罪という新概念。なぜ通常の殺人罪だけでなく、組織的殺人罪という特別な犯罪が創設されたのでしょうか。その背景には、戦後日本最大のテロ事件であるオウム真理教による一連の凶行があります。1995年3月20日、東京の地下鉄でサリンが散布され、13名が死亡、約6300名が負傷しました。しかし、オウム事件の本質的な恐ろしさは、単なる大量殺人ではありませんでした。それは組織という看板の下で、システムとして殺人が繰り返されたことです。教祖朝原将校の指示により、サリン製造犯、散布実行犯、見張り犯など、明確な役割分担の下で犯罪が実行されました。従来の刑法では、実行犯の責任は問えても、命令した側、組織として関わった側の責任をどこまで重く評価するかが困難でした。この反省から、1999年に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、通称組織犯罪処罰法が制定されました。組織的殺人罪の成立要件は以下の通りです。第1に、団体の活動として行われること。第2に、組織により行われること、つまり意思決定と任務分担が明確であること。第3に、犯罪実行のための組織であることを構成員が認識していること。通常の殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、組織的殺人罪は死刑または無期もしくは6年以上の懲役となります。わずか1年の差に見えますが、これは組織性という要素が犯罪の悪質性を高めると法律が判断していることを示しています。さらに重要なのは、この法律が犯罪収益の没収も規定している点です。犯罪によって得た利益を徹底的に剥奪することで、組織の資金源を断つ狙いがあります。オウム事件では、朝原将校を含む13名に死刑判決が下され、2018年7月に全員の刑が執行されました。これは戦後の犯罪史上、単一組織による事件としては最多の死刑執行数です。現代社会において組織的殺人罪が適用される可能性があるのは、暴力団による計画的殺人、国際テロ組織による無差別攻撃、そして犯罪シンジケートによる組織的暗殺などです。組織の一員だから従っただけという言い訳が通用しない社会に、私たちはすでに生きているのです。第6章放火という制御不能な大量破壊兵器、死刑になり得る犯罪の中でも、特に身近でありながら恐ろしいのが現住建造物等放火罪です。なぜ放火が殺人と同等の重罪とされるのか。その答えは、
日本の住宅事情と歴史に深く刻まれています。刑法第108条は明確に定めています。現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または航行を放火して焼損した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。日本の住宅の約6割は木造または木造系構造です。一軒の家に火がつけば強風下では数分で林家に延焼し、密集住宅地では数十軒、場合によっては数百軒を焼き尽くす大火災に発展する危険性があります。歴史を振り返れば、1657年の明暦の大火では江戸市中の6割が焼失し、死者は10万人以上に達しました。1934年の函館大火では、市街地の約3分の1が廃人に帰しました。これらの多くは、小さな火元から始まった火災が木造密集地帯で急速に拡大したものです。この歴史的記憶が、現代の刑法にも色濃く残っています。火付けは支柱引き回しの上、火あぶりの刑という江戸時代の極刑は、放火という行為の社会的破壊力を如実に物語っています。現住建造物等放火罪の恐ろしさは、犯人の主観的意図を超えて客観的結果が重視される点にあります。誰もいないと思った、死なせるつもりはなかったと主張しても、結果として人が焼け死ねば、それは殺人と同等かそれ以上に厳しく処罰されます。2019年の京都アニメーション放火殺人事件では、ガソリンをまいて放火し36名を殺害した被告に対し、一審で死刑判決が言い渡されました。この事件は、放火という手段の無差別性と制御不能性を改めて社会に知らしめました。放火は、ナイフや銃と違い、誰でも簡単に実行できる犯罪です。しかし、火という道具は一瞬のうちに人間のコントロールを離れ、予測不可能な破壊をもたらします。だからこそ、法律は火をつけた時点でどんな結果が起きても引き受ける覚悟があるのか、という極めて厳しい責任を課しているのです。第7章、日常に潜む軽犯罪の落とし穴、前編。ここまでは死刑に関わる重罪を見てきましたが、私たちの日常生活には知らずに犯してしまう犯罪が無数に潜んでいます。これらは死刑にはなりませんが、逮捕され、前科がつき、社会的信用を失うには十分な威力を持っています。ケース1、お釣りを多く受け取る詐欺罪。コンビニで1000円札を出したつもりが、店員が1万円札と勘違いして9000円多くお釣りを渡してきた。あなたはどうしますか？もしラッキーと思ってそのまま受け取れば、それは刑法第246条詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役という重いものです。何も嘘は言っていないと思うかもしれません。しかし、法律上はお釣りが多いことに気づいているのに、それを告げずに受け取る行為は不作為による義務。つまり黙っていることで相手の勘違いを利用して騙したとみなされます。実際にお釣りを多く受け取ったまま立ち去ったとして詐欺罪で書類送検された事例も存在します。金額の大小にかかわらず気づいた時点で正直に申告する。これが法的リスクを避ける唯一の方法です。ケースに行列への割り込み、人気店の前や駅の改札、空港のチェックインカウンター、長い列を見て友人のところに合流したり前の方に割り込んだりする行為は軽犯罪法第1条第13号違反となります。条文は公共の場所において多数の人に対して著しくそやまたは乱暴な言動で迷惑をかけた者や列に割り込み、もしくはその列を乱した者を処罰対象としています。法定刑は拘留または科料。拘留は1日以上30日未満の拘束。科料は1000円以上1万円未満の金銭徴収です。たかが割り込みで警察沙汰になり、留置場に入れられ、前科がつく。そんなリスクを冒す価値はありません。ケース3、道路への唾吐きとポイ捨て。歩きながら道路に唾を吐く行為は、軽犯罪法第1条第26号街路または公園その他公衆の集合する場所で、単唾を吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者に該当します。同様に、ゴミのポイ捨ても軽犯罪法第1条第27号公共の利益に反してみだりに廃物を捨てた者として処罰されます。これらは一見些細な行為に見えますが、法律違反として検挙されれば前科がつく可能性があります。就職やビザ申請、資格取得などで不利益を受けるリスクがゼロではないのです。第8章、日常に潜む軽犯罪の落とし穴、後編。前章に続き、あなたがまさか犯罪だとは思わなかったと驚く可能性の高い、身近な違法行為を見ていきましょう。これらは悪意がなくても成立し、前科がつく可能性のある真のリスクです。ケース4、結婚式への感動的乱入。友人の結婚式でサプライズをしようと、新郎新婦の誓いの瞬間に待った。と乱入する。海外ドラマで見るロマンティックなシーンを再現したつもりが、現実では複数の犯罪が成立する可能性があります。まず、軽犯罪法第1条第5号公共の場所において、正当な理由がなくて、人を著しく周知させ、または人に不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で行動した者に該当します。さらに、結婚式場という私有地に許可なく立ち入れば、刑法第130条建造物侵入罪、
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。そして決定的なのは、結婚式という神聖な儀式を妨害する行為として、軽犯罪法第1条第24号行使の儀式に対していたずらなどでこれを妨害したもの、さらに悪質な場合は、刑法第233条業務妨害罪に発展する可能性もあります。ドラマティックな演出のつもりが、警察沙汰になり、新郎新婦から損害賠償請求される、人生最悪の日になりかねません。ケース5、護身用という名の凶器所持。最近物騒だからと車のトランクに金属バットを常備したり、いざという時のためにカッターナイフをカバンに忍ばせたりしていませんか。その瞬間、あなたは軽犯罪法第1条第2号違反の犯罪者です。条文は正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたものを処罰対象とします。正当な理由の解釈が鍵です。野球の練習に向かう途中のバット、調理師が仕事で使う包丁、これらは正当です。しかし護身用防犯のためは正当な理由として認められません。警察官の職務質問で発見されれば、その場で任意同行を求められ、場合によっては逮捕される可能性があります。刃体6センチメートル以上の刃物なら、銃刀法違反で2年以下の懲役または30万円以下の罰金という、さらに重い刑罰が待っています。ケース6、借りパクという友情を装った窃盗。友人から漫画やゲームを借りて、そのまま返さずに自分のものにしてしまう。軽い気持ちの借りパクが、実は5年以下の懲役という重罪、横領罪に該当することを知っていますか。刑法第252条は自己の占有する他人のものを横領したものを処罰対象とします。借りた時点では適法でも、返還の意思を失い、自分の所有物として扱い始めた瞬間に横領罪が成立します。返すつもりだったけど忘れていたという言い訳の通用する境界線は、返還意思の有無です。長期間返さず、連絡を無視し、引っ越しで所在をくらませれば、横領の故意があったと認定される可能性が高まります。友情を失うだけでなく、前科まで背負うリスク、たかが借りパク。されど借りパクです。ケース7、SNS での軽い悪口が重罪に、ムカつく相手に対して SNS でバカ、死ねえ、ブスと書き込む。2022年の刑法改正により、こうした侮辱的な言葉も1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金、という実刑リスクを伴う犯罪となりました。以前の侮辱罪は拘留または科料という軽い刑罰でしたが、SNS での誹謗中傷が社会問題化したことを受けて大幅に厳罰化されました。匿名だからバレないというのは幻想です。プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求により、IP アドレスから個人特定は可能です。軽い気持ちの一言が、前科と高額な損害賠償請求として跳ね返ってくる時代、画面の向こうの匿名性は、実は完全に監視された偽りの自由なのです。第9章、SNS 時代の新たな犯罪リスク。デジタル空間は、新しいタイプの犯罪を生み出し続けています。スマートフォンの画面越しに行われる行為が、現実世界で手錠をかけられる結果を招く。これが現代の恐ろしい現実です。デジタル名誉毀損という見えない派。SNS で他人の実名を挙げて、あいつは不倫している。会社の金を横領したと、具体的事実を書き込む。たとえその内容が真実であっても、刑法第230条名誉毀損罪が成立します。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。名誉毀損罪の成立要件は3つ。公然性不特定多数が見られる状況、事実の適し具体的事実を述べること、社会的評価の低下。インターネット上の発言はこれら全てを満たしやすい環境です。本当のことを言っただけという言い訳は通用しません。真実であっても、他人の社会的評価を下げれば犯罪なのです。著作権侵害という無自覚な重罪。映画やアニメの名シーンをスクリーンショットして SNS に投稿する。他人が撮影した写真を無断で使用する。これらは著作権法違反となり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの陛下という極めて重い刑罰が課される可能性があります。特に悪質なのがファスト映画です。映画の内容を短く編集してネタバレ付きで紹介する行為で、2021年に投稿者が逮捕され、民事では数億円単位の損害賠償が認められました。みんなやっている。宣伝になるという言い訳は一切通用しません。リベンジポルノという人生破壊兵器。交際相手との別れの腹いせに、相手の私的な画像をネット上に公開する。これは指示性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。さらに名誉毀損罪、脅迫罪も併合され、社会的制裁も含めれば完全な人生破滅コースです。一度ネットに流出した画像は永続的に残り、被害者に一生消えない傷を負わせる極悪非道な犯罪です。位置情報という危険な個人情報、自宅や職場が特定できる写真を安易に投稿することで、ストーカー被害のリスクが急激に高まります。現代のネットユーザーは驚異的な特定能力を持ち、
数枚の写真から住所や勤務先を割り出すことは日常茶飯事です。ストーカー規制法は SNS を介した一方的な接触も処罰対象としており、不用意な情報公開が自分と家族を危険にさらします。デジタル世界での軽率な行動が現実世界での深刻な被害につながる典型例です。第10章法律知識という最強の自己防衛術。ここまで見てきた様々な犯罪に共通するのは、知識があれば避けられたという点です。法律知識はあなたの人生を守る最もコストパフォーマンスの高い自己防衛ツールなのです。知らなかったが通用しない冷徹な現実。刑法第38条第3項は明確に規定しています。法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。これを違法性の錯誤と言います。つまり、あなたがどれほど善良で悪意がなくても、法律を知らずに違反すれば処罰される可能性があります。無知は免罪符にならない。これが法治国家の冷徹なルールです。逆に言えば、法律を知っていることは、地雷原を安全に歩くための地図を持っているのと同じです。どこが危険で、どこが安全か、その境界線を知ることで、不要なリスクを回避できます。3つの防衛ライン。法律知識が提供する防衛は3層構造になっています。第1の防衛線は加害者にならない力です。お釣りの受け取り方、SNS での発言、借り物の扱い方、日常の小さな判断で法律違反を避けることができます。第2の防衛線は被害者にならない力です。悪質商法、ブラック企業、ネット詐欺、相手がどこまでやったらアウトなのかを知っていれば、適切なタイミングで反撃できます。第3の防衛線はダメージを最小化する力です。万が一トラブルに巻き込まれたとき、何を話してはいけないのか、黙秘権をいつ行使するか、弁護士をいつ呼ぶか、これらの知識が、その後の人生を決定的に左右します。実践的自己防衛の3原則。今日から実践できる自己防衛の3原則をお教えします。原則1。これは法律に関わるかもしれないと思ったら立ち止まる。直感的な違和感を無視しない習慣が、多くのトラブルを未然に防ぎます。原則2。重要な判断をする前に最悪のシナリオを想像する。もしこれが法律違反だったら、もし相手が悪意を持っていたらという視点で一度検討してください。原則3。専門家に相談するタイミングを見極める。弁護士への相談は問題が起きてからではなく問題が起きそうな時に行うのがベストです。予防的な法律相談が後の大きな損失を防ぎます。最終章、小さな知識が人生を守る理由。この30分間、あなたは日本の法律体系の光と影を見てきました。外観誘致罪という国家レベルの重罪から、お釣りの受け取り方という日常のさじまで、すべてが一本の法という意図でつながっています。なぜこれほど多くの法律が必要なのでしょうか。それは、人間社会が本質的に利害の対立で構成されているからです。私の自由とあなたの自由、私の権利とあなたの権利が衝突したとき、どちらを優先するかを決めるルールが法律なのです。そして重要なのは、法律が単なるルールブックではなく、価値観の表明でもあるということです。外観誘致罪の存在は、国家が個人の命よりも自らの存続を優先することを示しています。軽犯罪法の細かい規定は、社会秩序の維持がいかに重要視されているかを物語っています。今日から変わる3つの習慣。この動画を見終わった後、今日から実践してほしい3つの習慣があります。第1に、日常の小さな判断でこれは法的にセーフかを考える癖をつけてください。コンビニでお釣りを受け取るとき、電車で列に並ぶとき、SNS で何かを投稿するとき、一瞬の思考が将来の大きなトラブルを防ぎます。第2に、家族や友人と法律の話をしてください。もし警察に職務質問されたら、もし詐欺に遭いそうになったら、もし SNS で炎上したら、こうした会話が、いざという時の冷静な判断力を育てます。第3に、この動画で得た知識を誰かに伝えてください。知識は共有されることで、より多くの人を守る力となります。あなたの一言が、誰かの人生を救うかもしれません。法律という見えない翼。法律は私たちを縛る鎖であると同時に、私たちを守る翼でもあります。正しく恐れ、正しく活用することで、私たちはより自由に、より安全に生きることができます。今日学んだ知識は、明日のあなたの判断を少しだけ変えるでしょう。そしてその小さな変化が、5年後、10年後のあなたの人生を、静かに、しかし確実に守ってくれるはずです。エンディング、法律を味方にする人生。この動画を最後まで視聴してくださり、本当にありがとうございました。日本で最も重い罪というテーマから始まり、最終的には私たちの日常に潜む小さなリスクの話にたどり着きました。このギャップこそが、法治国家を生きる私たち全員が向き合うべき現実なのです。もしこの動画が知らなかった、役に立ったと感じていただけたなら、ぜひ高評価ボタンを押してください。そして、あなたの大切な人にこの情報をシェアしてください。法律知識は、一人でも多くの人が持つことで、社会全体がより安全になります。コメント欄では、
今日紹介した法律の中で、これは知らなかったと驚いたものや、実際に経験した法律トラブルについて、言える範囲で共有してください。あなたの体験談が、同じリスクに直面している誰かの警告塔になるかもしれません。このチャンネルでは今後も、ニュースでは教えてくれないけれど、知らないと本当に危険な法律と社会の知識をお届けしていきます。次回は逮捕されたらすぐやるべき5つの行動、取り調べで絶対に言ってはいけない言葉、など、さらに実践的な自己防衛術を解説予定です。チャンネル登録をして、あなたの人生を守る知識を継続的に受け取ってください。法律を知ることは、恐れることではありません。それは、自分の人生を自分で守るための、最も確実で効果的な方法なのです。今日から、少しだけ法律に詳しくなったあなたとして、胸を張って生きていきましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。あなたとあなたの大切な人が、法律トラブルから守られ、より自由で安全な人生を送れることを心から願っています。